こんにちは、桜井です。今日は今まさに起きている暗号資産市場の異変についてお話ししていきます。実は今、ビットコインもイーサリアムも、そして XRP や同時コインまで一斉に値を下げているんです。それだけではなく、あるプロジェクトが同時コインへの攻撃を予告したり、アメリカでは仮想通貨に関する新しい法律が成立したりと、投資家にとって見逃せない動きが重なっています。でも、今回の下落が全てネガティブというわけではありません。逆に次にどう動くべきか、これを見直すチャンスなのかもしれません。この動画では数あるニュースの中から投資家にとって本当に重要な3つの出来事に絞って分かりやすく解説していきます。動画を見終わった後には今後の投資判断に必要な視点が手に入ると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、まずは今の暗号資産市場全体の動きから見ていきましょう。現在主要な通貨は軒並み下落しています。ビットコインは11万5000ドルまで下がり、イーサリアムや XRP、同時コインもそれに追随する形で弱含みの展開が続いています。特に注目すべきなのが仮想通貨全体の時価総額が4兆ドルを割り込んだという点になります。これは直近のピークから見ると市場が大きく調整に入ったことを意味しています。投資家心理としてはちょっと過熱しすぎたという意識が出てきていて、利益確定に走る動きが加速している状態です。一方で全体が落ち込んでいる中でも一部の投資家が注目しているのがアメリカの金利政策です。9月に利下げがあるのではという観測が広がっていて、これによってビットコインが再びデジタルゴールドとして買われるかもしれないという見方もあります。つまり短期的には不安定な動きが続きそうですが、長期目線では再評価される局面が来る可能性もあるということになります。ここからはそんな全体相場の中でも特に注目すべき3つのニュースを深掘りしていきます。最初に注目したいのが同時コインに対する 51% 攻撃の予告です。これは AI とブロックチェーンを組み合わせたプロジェクトキュービックのコミュニティが同時コインのネットワークに対して攻撃を仕掛けると公言したというもので、投資家の間では大きな不安材料になっています。ちなみに 51% 攻撃っていうのはネットワーク上で過半数の計算力を握ることで不正な取引を行うような行為を指します。これが成功すると取引の巻き戻しや二重支払いが可能になってしまうため、ネットワークの信頼性が大きく揺らぐということになってしまいます。実はこのキュービック、直前にモレロに対しても同様の攻撃を成功させたとされていて、ただのハッタリではないという見方もあります。そのため今回の同時コインの件は投資家の間でも警戒感が高まっていて、価格への影響も無視できません。一方でこうした話題が出ると逆に注目が集まって短期的に価格が動くという面もあるため、トレーダーにとってはチャンスにもリスクにもなり得る状況です。今後はネットワークの防御対応や開発チームの反応にも注目が集まりそうです。このように技術的なリスクが価格に直結するのが暗号資産の世界です。特に同時コインのようなプルーフオブワーク型チェーンは今後もセキュリティ面での評価が問われる場面が増えているかもしれません。次に注目したいのは DeFi セクターの強さです。全体相場が難聴な中でも DeFi 関連の銘柄だけが逆行高を見せているのは非常に興味深い動きです。中でも注目されたのがチェーンリンクです。8月17日、チェーンリンクは NYSE の親会社 ICE との提携を発表し、それに加えて新しいオンチェーン準備メカニズムを導入しました。これらのニュースが材料視され、価格は24時間で 14.3% の急騰を記録しています。さらにメーカーやエアロドロームファイナンスといった他の DeFi 銘柄も堅調に推移しています。これらの動きは中央集権的な取引所やサービスへの信頼が揺らぐ中で分散型の選択肢に資金が流れ始めている兆しかもしれません。今回の市場のように全体が下がっている局面では下がりにくい銘柄や強いセクターがどこかを見つけることが投資判断のヒントになります。
DeFi は一時のバブルで終わったという声もありましたが、実需が伴うプロジェクトには再び脚光が当たり始めているとも言えます。このセクターが再び本格的な上昇トレンドに入るのか、それとも一時的な盛り上がりなのか、今後のニュースにも注目です。では3つ目ですけれども、3つ目に注目したいのは、アメリカでついに連邦レベルの仮想通貨規制法案が成立したというニュースです。この新しい法案の名前は、ジーニアス法2025年7月18日に正式に可決され、今後の市場に大きな影響を与える可能性があります。この法案では、USD に連動するステーブルコインやデジタル資産に対する法的な枠組みが明確に定義されました。これまでステーブルコインに関しては週ごとに対応がバラバラだったりグレーゾーンも多かったのですが、この法案によって全米で統一されたルールが初めて整備されたことになります。では、これが何を意味するのかというと、簡単に言えば大手の金融機関や企業が暗号資産に本格参入しやすくなるということです。ルールが不透明なままでは動けなかった機関投資家がこれで安心して市場に入れると判断するきっかけになるかもしれません。また、ステーブルコインがより安全により規模を拡大しながら流通していく未来も見えてきます。これは単に価格に影響するだけではなく、ブロックチェーンの実用化やグローバルな金融システムへの影響にもつながっていく非常に大きな一歩です。今回の法案の成立は価格チャートだけを見ても気づかない重要な材料です。長期的な視点で投資をしている方にはぜひ知ってほしい動きと言えると思います。はい。ということで、ここまでマーケットの全体動向と注目すべき3つのニュースを見てきました。では、これを踏まえて今、私たちはどう動くべきなのかという点について考えてみたいと思います。まず短期的には、今は様子を見るべき局面と言えそうです。ビットコインやイーサリアムをはじめ、主要通貨は調整中で、ボラティリティも大きくなっています。こういう時に無理にポジションを増やすと価格の上下に振り回されて冷静な判断ができなくなることも多いです。ただし全部売る必要はありません。例えば DeFi のように資金が集まっているセクターやステーブルコインのように今後規制が整っていく領域はむしろ今のうちに情報を整理しておくことで次のチャンスを取りに行く準備ができます。中長期で見れば今回のような法整備の進展やセキュリティへの意識の高まりは仮想通貨市場にとっては浄化のような役割を果たすはずです。ちゃんとしたプロジェクトが生き残り、実用性や信頼性のある資産にお金が集中していく時代に入ってきていると感じます。ですので今は価格の上下に振り回されずに何に資金が集まっているのか、どのテーマが中長期で伸びそうなのかというところを意識しながらニュースとマーケットの動きを冷静に見ていくことっていうのが今できる一番の投資行動だと思います。はい。ということでいかがだったでしょうか。今日はマーケット全体の動きから同時コインへの攻撃リスク、DeFi の逆行高、アメリカで成立した新しい仮想通貨の法案まで投資判断に直結する重要なニュースをギュッとまとめてお伝えしました。仮想通貨は価格だけを見ていると見落としがちな本質的な変化が起きていることがあります。だからこそこうした情報を日々チェックしておくことがリスクを避けつつチャンスをつかむ最大の武器になると僕は思っていますけれども、皆さんはどうでしょうか。ぜひコメントで意見を聞かせてもらえればと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際
際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。